止めて。おはよわかりました。皆さんこんにちは、高弘です。この動画を見ていただいたということは、これからスマートホーム化にチャレンジしたいなと考えていたり、すでにスマートホーム化してるけどもう少し便利にならないかなと考えている方ではないでしょうか。今回の動画では 1K8 畳の間取りで一人暮らしをしている僕が現在使用しているスマートフォーム関連アイテムやその活用方法をまとめてご紹介したいと思います。僕は今年で一人暮らし13年目、性格は几帳面だけど面倒くさがり、しなくてもいいことはやりたくないですし、できる限りのんびりしたいです。なので日常の手間を減らして楽をするために照明や空調、掃除など様々なものをスマートフォーム化しています。僕の家が皆さんがスマートフォーム化をする際のヒントになれば幸いです。それでは 1K8 畳本気のスマートフォームをご覧ください。僕の部屋のスマートフォーム化はスマートリモコンという優秀な通訳を迎え入れるところから始めました。様々な家電やスマートフォーム機器を思い通りに操作するには、僕がやりたいことを家電やスマートフォーム機器に伝えてくれる優秀な通訳が必要になるわけですね。僕が今使っているのはスイッチボットのスマートリモコン Hub2 です。Hub2 はスイッチボット製品だけではなくて、赤外線リモコンの信号を学習することで、テレビやエアコン、照明などをアプリから操作できるようにしてくれます。いろいろなリモコンの操作を学習して、リモコンの代わりになって家電たちに命令を伝えてくれるということですね。リモコンのボタンを押したらリモコンから信号が飛ぶように、アプリを操作すると Hub2 から信号が飛びます。ただ家電を操作するたびに毎回アプリを起動するのは面倒なので、僕は基本的に声で音声で家電を操作しています。そこで必要になるのがスマートスピーカー、スマートディスプレイと呼ばれるアイテムです。僕の家では Amazon のスマートディスプレイの中でもサイズが大きめのエコーショー15を使っています。このエコーショー15と Hub2 を連携してあげることで音声で様々な家電を操作できるようにしているわけですね。天気が悪くて家に引きこもってたりすると、今日はあれちゃんとしか話してないなーって日もあったりします。もはや二人暮らしです。エアコンつけて。はい。電気つけて。わかりました。それではここからは Hub2 とスマートディスプレイを使って何を操作しているのか紹介していきます。まずはリビングの照明から。僕の部屋の照明は複数のライトを部屋のあちこちに分散して配置する多灯分散照明のスタイルにしています。天井照明一つの方が管理は楽なんですけど、陰影がなくて空間がのっぺりとした印象になるというか、生活には困らないけどあんまりおしゃれじゃない気がしたので、手間はかかるんですが複数の照明を使って陰影のあるホテルライクな雰囲気にしたくて多灯分散のスタイルにしています。ただ複数の照明のスイッチを一つずつポチ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 するのは面倒すぎますよね。そこで使うことにしたのがスイッチボットのスマート LED 電球です。アプリや音声で複数の LED を一括でオンオフすることができますし、明るさや色温度も自由に調整できます。電気つけて。わかりました。寒色にして。わかりました。暗くして。わかりました。ちなみにスイッチボットの LED 電球は E26 というサイズの口径で、これ単体では使えないので E26 に対応する照明器具も必要でした。そこで選んだのがおしゃれ突っ張り棒ドローアラインです。僕の部屋は 1K8 畳と広くなくて大きな照明を置けないので、設置スペースを節約できるドローアラインがベストアンサーでした。テンションロッドを計3本突っ張ってランプアーム、シェード、テーブルなどと組み合わせて照明を設置しています。デスク横のテンションロッドにはランプアーム L、ランプシェードを取り付けてデスクの明るさを確保。スポットライトはベッド方向に向けてアートが際立つ感じにしています。ベッド脇のテンションロッドには光を柔らかく拡散してくれるファブリックランプと、取り付けたテーブルの上には共同照明のライトスタンドを置いて、天井にバウンスさせてベッド周りの明るさを確保しています。
さらに部屋の入り口にもテンションロッドを突っ張って2つの照明を設置。ドローアラインのファブリックランプとベントータというブランドのモディコ D という丸いランプを使って部屋の入り口側の明るさを確保しています。あとカメラの防湿庫の奥にはベントータのフロアランプピルムを置いて暗くなりがちな部屋の角を照らしています。この計7つの照明がスイッチボットのスマート LED 電球を使っている照明ですね。あとスイッチボットのフロアライトもクローゼット前の角に設置していてデスク右側の明るさを確保しています。スリムなフォルムのバーライト型なので狭いスペースにも置きやすいですね。これももちろんアプリや音声操作で明るさや色温度の調整が可能でスマート LED 電球と合わせて一括で調整できるので部屋全体の光の統一感を出すことができます。色温度がバラバラだと部屋全体がちぐはぐな印象になってしまうので色温度を揃えるためにも僕はスイッチボットの照明で揃えています。8畳の部屋に対して照明多すぎて草と思うかもしれないんですけど、この照明は YouTube の撮影照明も兼ねているので明るさを確保するためにちょっと多めに設置しています。なので照明多すぎやろみたいなコメントはお控えください。続いてがキッチンや玄関洗面所の照明。我が家のキッチンや玄関洗面所の照明は LED の交換が難しかったのでそのままついていたものを使ってるんですけど、壁の物理スイッチにスイッチボットのポットを取り付けてアプリや声で照明をオンオフできるようにしています。さらにこのボットと人感センサープロを組み合わせることで人がいるときはオン、人がいなくなって3分経ったらオフといったオートメーションを組むことでキッチン、玄関、洗面所の照明は完全に自動化することができました。近づけば勝手につくし消し忘れもないのでめっちゃ快適になりましたね。ただこの方法、電池切れした時が結構面倒だったんですよ。人感センサープロは単4電池2本なので持ってる充電式電池ですぐに交換できるんですけど、問題はボットの方ですね。使用する電池が CR2 という規格でこれ以外でほぼ使わない電池だったので電池切れした時に電池交換が面倒でそのまま放置していたこともありました。それが最近解決されて充電できる電池を搭載したボットチャージというモデルが登場しています。電池自体を Type-C ケーブルで充電することができて使用環境によりますけど目安では約6ヶ月間使用可能。これならわざわざボット用の電池を買う必要もないしランニングコストも抑えられていいですよね。僕は一人暮らしなので電気を消し忘れても電気代がもったいないだけなんですけど、電気を消し忘れた時に電気消せよと毎日怒られているお父さん方たくさんいらっしゃると思います。僕の親父もそうです。そんな方はぜひボットと人感センサーに課金して無駄な争いから解放されてください。もう戦わなくていいんです。朝はしっかり日の光を浴びてセロトニンを分泌してすっきり目覚めたいところなんですけど、我が家は部屋のレイアウト的に窓側にベッドを置いているのでカーテンへのアクセスが悪いです。というわけでカーテンの開け閉めも自動化しています。使っているのはスイッチボットカーテン第3世代です。カーテンレールに取り付けるだけでアプリや音声でカーテンの開け閉めができるようになりますし、朝6時に開く、夜20時に閉めるといったスケジュール設定もできます。僕は今年は健康第一で規則正しい生活をしたいなと思って朝7時に開くを設定して朝から日の光を浴びて生活リズムを整えるように努力してますね。最近はサッカーワールドカップで乱れまくってますけど。そしてセットで使っているのが専用のソーラーパネル。これを取り付けておけば日中の光で充電されるので日当たりのいい窓であれば1日に3時間ほど日光を当てることで半永久的に充電切れせずに使えるとのことです。僕の家の場合は日当たりがそんなに良くないので1回充電が切れて充電したこともあるんですけど、太陽光発電のおかげで充電の頻度が下がっているみたいなのでセットで使っています。少し前はスイッチボットカーテンを2台使って両開きで使っていたんですけど、カーテンの隙間が気になったので今は左右のカーテンをクリップで連結して本体は1台で片開きで運用してますね。隙間も埋まるし本体は1台で済むのでおすすめです。カーテンの開け閉めはまさに自分でしなくていいことの代表格だと思います。朝開けて夜閉める、そんな単純作業はロボットに任せてしまいましょう。カーテン開けて。はい。
次は空調関係。空調管理もスマートフォーム化しておくと部屋が快適空間になります。まずはハブ2とエアコンの連携。リモコンをハブ2に学習させることで外出先からでもエアコンを操作したり音声でも操作できるようにしています。エアコン26度。サーモスタットは26度に設定されています。そしてエアコンの効きを良くするためにサーキュレーターで部屋の空気を循環させています。使っているのはスイッチボットのサーキュレーター2 Pro です。そこそこの風量でも動作音が静かなので家にいる間はずっとつけっぱなしにしてますね。またサーキュレーター2 Pro はバッテリー内蔵でコードレスでも使うことができます。換気をしたいときは窓際に持って行ったり場所を問わずに使えるのも便利です。前モデルと比べると木目調のデザインになっていて我が家のような無印良品っぽいインテリアに馴染みやすくなりましたし、ケーブルの抜き差しがしやすいように充電端子の位置が変更されていたりバッテリー持ちが最大70時間になっていたりとより使いやすくなりました。そしてサーキュレーターの隣にはスイッチボットの空気清浄機を置いていて空気清浄機できれいにした空気をサーキュレーターで部屋に循環させています。完璧な連携です。こうやって調整した部屋の空調は有効ボードに置いたスイッチボットの CO2 センサーで監視。温度、湿度、CO2 濃度を確認してエアコンのオンオフや換気の目安にしています。独身アラサーのリビングはこうやって快適に保たれているわけですね。ただこれはリビングの話。どんどん暑くなってきた近頃、洗面所が暑いんですよね。のんびり歯磨きをしていたらじんわり汗をかいてしまいます。それを解決するために使っているのがスイッチボットのサーキュレータースタンド型。これを洗面所に風が届く場所に置いて先ほど紹介した人感センサープロと連携。洗面所に近づいた時に洗面所洗面台の照明がオンするのと同時にサーキュレーターもオンするように設定しています。これで涼しい風を浴びながら歯磨きできるわけですね。高さがあるので涼むための扇風機のようにも使いやすいのがスタンド型のサーキュレーターの良さかなと思います。小スペースで設置したいならサーキュレーター2 Pro、扇風機的な用途も兼ねるならサーキュレータースタンド型といった形でニーズに合わせて選んでみてください。次は部屋を彩るインテリア。実はこの壁掛けしているアート作品のようなものがスイッチボットの AI アートキャンバスというアイテムです。部屋に入って左側の壁はプロジェクターの映像を投影するためにわざと開けているんですけど、ベッドの上の壁がポカッと開いてて寂しかったんですよね。ここに何か飾りたいなと考えていたんですけど、ここに AI アートキャンバスがいい感じにはまってくれたかなと思います。AI アートキャンバスは AI で生成した画像であったり、自分のお気に入りの写真を飾ることができるフォトフレームに近いアイテムなんですけど、液晶画面のフォトフレームと違って E インクのフルカラー電子ペーパーとなっていて、かなり紙に近い質感で表示をしてくれますし、バックライトがないので寝るとき眩しいといったこともありません。自分で撮った写真を簡単にアート風に飾ることができますし、普通のアート作品と違って表示を変更できるので、気分や季節に合わせて一瞬で部屋のテイストを変えられますし、ポスターのような物理的なものが増えないのもミニマリスト志向の僕には嬉しいポイントですね。タイプ C で充電して使うんですけど、充電持ちは最長で2年間と長いですし、さらに充電が切れても最後に表示した画像がそのまま残るという仕様になっていて、アナログっぽいデジタルガジェットという感じです。あと同じく電子ペーパーを採用したスイッチボットのスマートデイリーステーションというアイテムがあって、これを玄関に置いています。こちらはフォトフレームではなくてアプリで設定したカレンダーや天気予報、温湿度などを表示できるメガ進化した卓上カレンダーのようなアイテムです。いくつかの表示パターンが設定できるんですけど、僕は日付と天気を設定していて、家を出るときにチラ見して今日の天気を確認してから家を出るようにしています。今日昼から雨だったのかよみたいな悲劇を未然に防いでますね。先日のソフトウェアアップデートによって表示内容がより細かくカスタムできるようになったりしていて、ユーザーの声を受けて今も進化しているデバイスなので、今後のさらなるメガ進化にも期待しています。続いては掃除ですね。
我が家の床掃除はドリーミーの L40S Pro Ultra というロボット掃除機に任せています。ゴミの吸引だけではなくて水拭きモップによる水拭き、モップの自動洗浄、自動乾燥の機能も搭載した全部盛りの機種になっているので、主に僕がやることはモップの洗浄で汚れた水を捨ててきれいな水を補充するくらいです。散歩している間、シャワーを浴びている間など自分が他のことをしているうちに床がきれいになるので、これに慣れると自分で掃除機をかけるなんてもうできないですね。ロボット掃除機はスイッチボットのものではないんですけど、Amazon Alexa との連携に対応した機種になっているので、他のスマートホーム機器と同じようにアレちゃんで音声操作しています。掃除して。清掃を開始します。ちょっと余談なんですけど、ロボット掃除機の話をすると床に物を置いちゃうから使えないんだよねっていう人がいるんですけど、そういう人こそロボット掃除機を買って使ってみてほしいですね。ロボット掃除機を買っちゃえばロボット掃除機が動き回ってくれるようにだんだん床に物を置かないような習慣が身について、結果的に部屋が片付くと思います。僕の実家がそうでした。ロボット掃除機は片付けてから買うじゃなくて、片付けるために今買えですね。続いてがセキュリティ関係。スマートホーム化することで日々の不安を和らげることができます。外出先からでも部屋の様子を確認できるようにしてくれているのがスイッチボットの見守りカメラ。リビングに設置していて、旅行先からでも部屋の様子が確認できますし、もし空き巣などが入ってきた場合は人が検出されましたとアプリから通知が来ます。旅行先からでも家の様子が確認できると安心感があっていいんですよね。ただ自分が部屋にいるときはなんか見られている感じがして嫌なので、プライバシーモードをオンにしていて、外出するときにあれちゃんに行ってきますと言うとプライバシーモードが解除されてカメラが起動するように設定しています。上下左右に首振りもできて部屋の隅々まで見られるのも便利です。あと日常に潜む不安といえば忘れ物ですよね。特に財布を落としてしまうとお金を失うだけじゃなくて身分証やクレカの再発行など面倒なことが多すぎます。なので財布にはスイッチボットのスマートトラッカーカードを入れて万が一に備えています。財布と距離が離れると通知が来ますし、アプリから場所を特定することもできるので何にも対策しないよりは安心感があるんですよね。スイッチボット以外からもカード型のトラッカーは販売されているんですけど、他のスイッチボット製品と同じように使い慣れたスイッチボットアプリで管理できるのがこのトラッカーのいいところかなと思います。ちなみにまだ落としたことはありません。今後も落とさない予定です。ここまでが僕が使っている製品の紹介と活用例だったんですけど、スマートホーム化の醍醐味は一括操作です。電気消してで照明を消す、掃除してでロボット掃除機オン。これだけではもったいないです。ピタゴラスイッチのように一つの操作でいろいろな仕掛けを発動させましょう。一括操作のために僕が使っているのが Amazon Alexa の定型アクションという機能。これを使うと自分が好きなフレーズで家電をまとめて操作できます。わかりやすい例が行ってきますですね。僕は外出するときにあれちゃんに行ってきますと挨拶することで、プライバシー保護解除、エアコンオフ、サーキュレーターオフ、空気清浄機オフ、すべての照明オフ、ロボット掃除機オンという命令にしています。行ってきます。わかりました。行ってきますの一言でこれだけの家電を操作できるのはとっても楽ですね。スイッチをポチ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 する必要もないし、電気やエアコンの消し忘れもありません。そして帰宅した時にあれちゃんにただいまと挨拶をすれば、プライバシー保護オン、エアコンオン、サーキュレーターオン、空気清浄機オン、デスクの照明明るさ 50% 暖色でオン、丸いランプ明るさ 30% 暖色でオン、その他の照明を明るさ 100% 暖色でオンといった命令が一気に発動して一気に居心地のいい部屋になるという感じですね。設定はやや手間がかかるんですけど、一度設定しておけば毎日のスイッチポチポチとお別れできると思えばやる意味のある設定だと思います。定型アクション活用してみてください。ただいま。わかりました。というわけで今回は僕の家のスマートホーム環境を一気に紹介してみました。
スイッチボット製品を中心にスマートホーム化したおかげで毎日の手間が減ってのんびりできる時間が増えたように感じます。僕はとても満足です。ただここまで揃えるのはかなり時間もお金も必要だったので、全部一気に真似してくださいとは言いません。価値観は人それぞれなので、あなたの価値観でそれいいじゃん、それは便利だわと思ったものが一つでもあれば Amazon なのでポチっていただければなと思います。今回の動画で登場した製品は登場した順番で概要欄に販売ページの URL を掲載していますので、検索が面倒な方はご活用ください。あと最後に、この動画を見てよかったと思っていただいた方はよろしければ高評価ボタンを押していただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。おやすみ。何時にアラームを設定しますか？ 7時。午前7時にアラームを設定しました。